everybody! はい、どうも皆さん。俺がいない。俺はここだ。はい、というわけでやってまいりました。改めまして、Hello everybody! はい、どうも皆さん。ジャリエルでございます。でですね、今回もまた、バイセクルについてでございます。まあですね、皆さん、ブレーキランプですね。まあ反射板だけの方もね、少なくないと思うんですが、やはりですね、例えばバイクですね。ブレーキレバーを引けば、連動してライトが光ります。ね。しかし、自転車のライトっていうのは、光りっぱなしとか、点滅させっぱなしとかしか思いできません。しかし、ユニコというメーカーからですね、見た目は普通のブレーキランプ。しかし、レバーを引くと連動して光るというものが発売されております。それが、こちらでございます。はい、早速開けていきましょう。はい。はい。では、皆さんどうぞ。はい。どうですか？いや。はい、ちょっと一言。すごいチャチいっすね。これすごいチャチいっすね。しかしですね、こいつがブレーキレバーと連動して光るんですね。ありがたいやでございます。こういったパッケージ結構初めてなんで、早速、机に画面を映して皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい。というわけでですね、これが今回購入しましたユニコの S3 ブレーキライトでございます。まあ裏はこんな感じですね。まあほとんどっていうか全部アルファベット。まあ自転車への付け方とかね、センサーのね、説明が書いてあります。はい。じゃあまあ早速開けていきましょう。チャチいね。びっくりした。軽い50g ないね。手ばかりですが。まあ、乗せておきますね、重量は。はい、まあ、こんな感じですね。一応電池はね、入っております。で、それから、マウントっていうのかなになっておりますね。で、あとはね、こちらセンサーになってますね。カチカチ言いますね。多分、ワイヤーが引っ張ってこう、カチッと言うんでしょうね。非常に少ないですね。そして非常に軽い。じゃあまあね、早速電池を入れて、点灯度いきましょう。はい。で、開け方なんですけれども、コインでこう、パキッとやったら開きます。で、まあ中にね、電池の入れ方が書いてあるんでね、それに沿って入れるだけとなっております。チャチ。こんなん見たことないくらいチャチ。大丈夫なのか。はい、わかりました。1パターン目。グッと押さないといけないんでですね、1。これ1個目。で、2個目。で、3個目。で、連続点灯の4パターン目となっております。全部で4パターンですね。で、もう一回押すと、消えるという感じになっております。まあ、長押しで消えるとかいうキャットアイのライトみたいな感じではないですね。ではまあ、センサーの方を取り付けていきたいと思います。もうこれね、ちょっとボケてたらすいませんね。ここにね、スライドがあります。で、センサーが見えると思います。で、これに合わせて、挿します。でね、このセンサー部分に関してなんですけれど、雨に濡れるとですね、その水によってこう、連続点灯なりっぱなしになっちゃうという事案が発生しておりますので、まあそちらに関してもね、今回検証していこうと思います。これ向きどっちでもええんかわかんねえ。では、ちょっとやってみましょう。これですよ。これがやりたかったんですよ。すごいな。これはいい。ちょっと光らしてみましょう。この状態から、パチッ。いいっすね。もうどれでも、もちろんできます。こんな風にね。はい。で、連続点灯の場合は、連続点灯の場合、さらに明るくなることはないです。オーマイガッド。連続点灯からのさらに明るくはないみたいです。まあ、安全のためなんでね、ここは目をつぶりましょう。まあ、普段使いには問題ないと思いますね。まあ、コンビニに立ち寄るとかいう時にちょっと取っときたい時はですね、ぶっこ抜いて、マウントからこれを外して、天壇に持っていくと。外すことはすぐにできますが、ちょっとね、端子部分が小さくて持ちづらいかもしれませんね。1個抜くのミスってコードブチーンみたいなのもあるかもしれませんが、注意してくださいね。で、まあ、マウントに関してなんですけれども、こんな風にはめて、カチッというまで入れます。結構、頑丈です。で、もう一回持って抜くと。とりあえず、詳しい紹介は以上です。では、ここからですね、取り付けと、私がしたいことをやっていきたいと思います。これですね、コードの長さ的にですね、サドルの下ですね、シートポストにつけると。で、シートポストからリアのブレーキ、後ろのブレーキのワイヤーのところにつけてこうカチカチとさせるというのが定石なんですが、
私ですね、フロントブレーキの方にこちらつけたいので、フロントブレーキからリアへ取り回す方法とかコードについてですね、自分で継ぎ足して大丈夫なのかとか、いろいろ施工していきたいと思います。はい。というわけでね、ここからは取り付けの方を説明していくんですけども、安定に作業後なんでね、お許しいただきたいんですが、そんなに難しいことはございませんので、ちゃちゃっと説明して、現状どんな感じか、見ていただこうと思います。はい。というわけで外してみました。こんな感じですね。はい。ご覧の通り、プラスのネジになっております。プラスのネジでもね、手で締めれるネジでも一緒なんですけれども、こういう風にね、こういう風に噛んで、ブレーキの方をしますので、きっちり噛むように固定していただければ大丈夫です。はい。元通り組んだだけなんですけど、こういった感じですね。はい。変えれるのであれば、プラスのネジをお勧めします。締め付けもね、きっちり行えますし、何よりね、やはり傷がつきにくいという利点がございますので、プラスのネジをお勧めします。もう付き方はこれだけですね。はい。で、後ろ見ていただいて、ちゃんと付いてるかだけね、こういった感じでチェックしていただければと思います。こちらにやってくるという風になっております。で、ここもですね、少し、太さが足りなかったので、前につけていたマウントとかバンドの部分を少し改造の方をしましてつけておりますので、少し特殊な方法でつけております。バンドで巻いて締めてるっていうのは一緒なんですけどね、こんな風になっております。普通のバンドの方はですね、もう使えなくなってしまいましたので、改造のせいでね、その辺はご了承ください。もう巻いて締めるだけなんでね、難しいことは何もございません。こちらの長いシートポストなんですけれども、こちらね、自作したよっていう動画を上げましたので、そちらの方ね、興味のある方は、見ていただければなと思います。取り付けなんかはこういった感じになっております。はい。というわけでね、少しお風呂場のせいで音が反響してて聞きづらいかと思うんですけれども、やってまいりました。で、こっからはですね、シャワーで濡らして、レビューに書いてあったんですけども、水に濡れたせいでずっと光りっぱなしになってしまうのか、で、なお壊れてしまうのかっていうのを検証していきたいと思います。あまり濡らしたくないんですが、ここはね、一肌脱いで、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。では、まずね、ブレーキランプの方にかけていこうと思います。こういった感じで光らせておきまして、私が合図した時だけレバーを引いて、ちゃんと反応するかだけチェックしていこうと思います。いきます。おー、いってます。早速、大丈夫か？じゃあ、レバー引いてみます。すごいな、これは。はい。はい。結構大丈夫やな。はい。全然大丈夫。はい、もうすごく不安だったんですけれども、こういった感じで大丈夫でした。もう、ね、1時間走ってどうかっていうのはさすがにちょっと私もね、1時間かけっぱなしにするとか、1時間、今の時期雨でね、走り続けるっていうのも厳しいので、今1分ぐらいかけてみたんですけども、ここまでバシャバシャになるっていうのはなかなかね、大雨でもない限りないので、大丈夫じゃないかと思います。ね。はい。で、次はね、センサー部分の方に、水を当てて試してみたいと思います。はい、というわけでね、私の場合はフロントの方にセンサー持ってきましたんで、こちらの方に水をまた1分ほどかけてみて、で、見ての通り、ブレーキランプの方にもカメラを設置しましたので、連動させて見てもらう形になります。ではね、早速1分やってみましょう。どうぞ。結構大丈夫やな。では、レバー引いてみます。ほい。いけてるいけてる。いい感じや。はい、もう一回いきます。はい。おー、終わりました。いけてましたね。センサーにかけるときも壊れるんじゃないかってヒヤヒヤしとったんですけど、全然大丈夫でした。私の場合はね、少し手を加えているので、それのせいかもしれませんが、大きくね、構造が変わったわけではないので、純正でもね、そんなに性能は違わないんじゃないかと思います。はい。壊れたりということはまず、ないんじゃないかと思いますが、当然機械なんでね、その辺は保証できないんですけれども、今見ていただいた通りね、大丈夫じゃないかという判断に至った次第でございます。はい。というわけでね、水かけ実験の方は終了したいと思います。では、
はい、というわけでね、こちら外にやってまいりました。皆さんにね、ブレーキの点灯具合を確認していただくために、ほんでですね、とりあえずこういった車の通りの多いところと車の全く通らないね、ところでどっちも昼と夜ね見てもらいますんで、どういった感じか見てみてください。はい、昼間はこんな感じですね。先にね夜の方撮影したんであれなんですけど、昼間はそないに目立ってるって感じないかなっていう風に思いますね。はい、では夜の方見てみてください。はい、今こういった感じになっております。ちょっと離れてみますね。はい、ちょっと車のね、ブレーキランプと比べてもらいたいんですが、どうでしょうかね。はい、という感じでね、こういった普通に車がよく通るような道路での、感じはこんな感じになります。そんなに視認性悪いっていうこともないと思いますね。ではここからはね、街灯全くないところまで行ってみたいと思います。はい、というわけでね、全く街灯のないところにやってまいりました。下は道路になってるんですけども、ここは見ての通り街灯は全然ないです。というわけでね、ちょっと通過実験していこうと思いますので見ておいてください。特にこういった街灯のないところではですね、自分の存在表示をするのに非常に重要になってきます。でね、山の下りなんかでいつブレーキングしたかなんかね分かりにくい時がございますので、そういった場合はね、今回購入した S3 のブレーキライトがあれば分かりやすいんじゃないかと思います。はい、以上でした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ユニコの S3 ブレーキライトね、驚かされてばっかりだったんですが、とりあえず4ヶ月ほど使用してみて思ったことですね。不安ないですね。1200円でこのチャチさで、こんだけの性能、コスパがいいというんでしょうか。全く問題はございませんね。で、今、点灯させてみるんですが、こういった感じになっております。非常に元気です。ほんで、電池の持ちに関してなんですけれども、私が今使用している4ヶ月ぐらいですね。ほぼ毎日乗ってるんですけれども、問題ございません。切れるような感じも、今のところしませんね。レビューにはね、1年近くは大丈夫ちゃうかと書いてあったんで、それに関してはね、充電池変えとか、すぐ切れるよっていうのはないと思いますね。で、軽量化にこだわってる方も、重量がね、非常に軽いので、その辺は気になさらなくていいんじゃないかと。では、私の場合はね、フロントブレーキの方からリアの方に引っ張ってきたんですけど、その延長工事も簡単ですので、心配はないと思います。それから防水性能なんですけど、きっちり反応してほしいという方はね、どうかなと思うんですが、一応反射板としても機能しますので、シビアにね、求めなければ大丈夫だと思います。で、それからね、マウントの付け根の部分が少しね、薄いかなと思って、耐久性心配してたんですけど、今のところひびとかね、割れとか折れたりとかはございません。今回非常に長い動画になってしまったんですけども、ユニコの S3 ブレーキライトを気に入っていただければですね、ぜひ、説明欄のリンクの方から購入していただければなと。というわけで今回はね、この辺でおいとましたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。では皆さん、さようなら。田園とゆったりとした和の空間に身を任せて、作物や動物、民宿のお父さん、お母さんの優しさに触れてみませんか。岐阜県高山市水の荘